迷子の千早アノン役立石凛です。こんばんは、迷子の長崎そゆ役小日向美香です。こんばんは、迷子の要ラーナ役青木ひなです。この番組はガールズバンド迷子がお届けする YouTube ラジオ番組迷子の迷子センターです。ランダムでメンバーがパーソナリティをしていきます、ということでひなちゃんは久しぶりじゃない？めっちゃ久しぶりです。そうだ、いつぶりぐらい？今回がシャープ43回目の放送なんですけど、私前回シャープ34回目に出てるんですよ。10回ぐらい出ていなくて、だって前なんかフィフスライブ絶対楽しいライブにするので皆さん来てくださいねみたいな意気込みを言った記憶があるのよ。だからもうフィフスライブも終わってるし、なんならもうアニサマも終わったし、オープニングアクトも終わったし、アニメも終わったし、思いつきちゃったよ。もう次の12フスライブの準備に私はそうだよ勤しんでおりますが、お二人はここね結構出てるね。ありがたいことに出させてもらってて、ね、あとココちゃんとかもね割と出てるんだけど、そういや別にキャラクターはね喋れないからわかるんですけど、中の人喋れるんだけどな。確かにねスケジュールなどなどかな、などなどで多分あったんですかね。お久しぶりでございます。じゃあ今日はいっぱい喋ってこうぜ。はい、こんな3人でお届けしたいと思います、それでは迷子の迷子センター今週も始まります。迷子の迷子センター。迷子の迷子センター。まずはこのコーナーからお届けします。あなたの心のひとしずく。このコーナーではテレビアニメバンドリイッツ迷子を見たあなたの心からこぼれ出る感想を紹介していきます。アニメの放送開始とともに始まったこのコーナーですが、ついに最終回となる13話の感想が届いております。終わっちゃったね。終わっちゃったよ。毎週木曜日に実況する我らの木曜日がなくなっちゃったよ。悲しいね。そんな皆さんからのねお便り、心のひとしずくを紹介していきたいと思います。お呼び出しネーム迷子の野良猫ちゃんさんからです。ありがとうございます。ありがとう。迷子の皆さん、こん迷子。バンドリイッツ迷子第13話視聴しました。抹茶パフェ打ち上げの時の早く食べたそうにしてるラーナちゃんがとにかく可愛かったです。わら。アノンちゃん×ともりちゃんのシーン、そよさん×ともりちゃんのシーン、なんかもうすごく感動でした。アノン様、そよさんって感じです。はてな。そしてアベムジカのライブもかっこよすぎました。アニメも鋭意制作中とのことで楽しみがまた増えました。迷子もまた登場するのかな。最終回までお疲れ様でした。迷子の活躍これからも楽しみですとのことでありがとうございます。そんな迷子の野良猫ちゃんさんに朗報です。鋭意制作中の続編ですが、迷子登場します。迷子ちゃんね登場するので、ぜひぜひ引き続き見守っていただけますと嬉しいでございますが、なんかこう楽しみにしてほしい話とかもあってさ、個人的に今ね絶賛こうアフレコ中なんだよね。そうだね。だからねちょっとそう個人的にすごい楽しみにしててほしい回があるから、待っててねっていうことを伝えたい。全部の回なんかすごいことになってるよね。それはそう見てほしいですね。ということで我らの13話ですよ。まずはそうだ、我らの13話抹茶パフェをさ食べたいのにさデコ押さえてんね。アノンちゃんがまだだよでちょっと力強いからさ、ラーナちゃんの白目の部分がちょっとグッて見えちゃってる。本当にね猫扱ってるみたいなさ、動物の扱いで可愛かったな。そしてアノンちゃん×ともりちゃんのシーン、いや水族館ね、いろいろさ、こうアノンちゃんってずっとさ一生っていうワードについてこうねまだこう自分の中で自信を持っててなかったんだけど、全ての回収をしたシーンで、それをさこうまた水族館っていう思い入れのある場所でやったのがやっぱ感動ポイントじゃないですか。なんかさ、そのまだ迷子になる前初期の時にさ、こうともりちゃんとアノンちゃん水族館に来てるじゃん。それがさまたさ最終回でさ関係性が深まった上でなんかこう同じ構図でさ水族館のシーン見るとさ、うわエモって思ってるね。本当にエモい。
わかる。素敵でしたね。そしてそよさんともりちゃんのシーン、ともりちゃんがさ、やっぱりこのそよちゃんをさ離さないでいてくれたからさ、そよちゃんもこう新しい居場所をさ、見つけることができたし、やっぱりこうともりちゃんが思いを伝えてくれたから、そよちゃんもやっぱり私も伝えようっていうこう気持ちの変化が現れてたと思うし、やっぱりこのね最後のクライシックのこと一生忘れられないよっていうセリフが、私台本いただいた時からもうほんとそこもねやっぱ涙がこうほろって出てしまったんだけど、こうクライシックのことをさやっぱりそよちゃんすごく大事にしてたから、そう個人的にこう忘れてしまうのも違うよなっていう風に思っていた中で、そのいただいた台本で一生こう忘れないでそれでも進んでいくっていうなんか決意を固めたそよちゃんの姿を見ることができて、なんかちょっとだけね寂しい気持ちもあったんだけど、なんか嬉しいなって、そういう成長を見守れたところが嬉しいなって思って、話さないでくれてありがとうだよ。そうそれめっちゃ良かったな。なんかちょっとさ、なんか今のそよさんツンデレじゃない？そう、私はツンデレキャラが好きだからさ、たきちゃんに加えてツンデレが増えて嬉しいです。なんかそよちゃんさガルパのストーリー読んでもらうとさ、実はどっちも楽しめるんだよね。確かに確かに。そうなんかよそ行きのそよちゃんも見れるから、なんか今ね一人でなんか二人美味しいみたいな、何どういうこと？なんかこっちが聞きたいな。なんかそうすごいね味わい深い子になってるので、味わい深い子長崎そよさんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。面白い子だね。はい、じゃあ次のお便りかな。じゃあ続いてお呼び出しネームニールエディさんからいただきました。ありがとうございます。お便りは英語でいただいてるんですけど、今回はちょっと翻訳してね、ご紹介させていただきます。It's My Go は他のアニメ番組にはないほど私の心に訴えかけてきた。私はバンドをやっていたことがあるんだけど、このアニメではバンドで起こるさまざまなことが本当によく描かれていた。第12話のライブの準備のような些細なことがとても正確なんだ。バンドで音楽を作るということは苦労の連続で、本当の気持ちとコミットメントがあって本当の芸術につながるんだ。バンドにいるすべてのキャラクターが大好きで次のシーズンが待ちきれない。ラーナにもバックストーリーエピソードをお願いします。追伸、バンドリシリーズはすべて見ていてどれも大好きですが迷子が一番好きといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいバンドやってたからこそ、よくすごく共感してくださったんだね。バンドで音楽を作るということは苦労の連続。でもなんか本当にさ思ったのってさ、やっぱこう迷子のみんながさ本当いろんなことがあってさ、なんかこうぶつかりながら、悩みながら進んでいったじゃない、それを見ててやっぱ11話とかのさ、なんか歌とか作ったりさ衣装作ったり、あれがさみんな結構11話好きだって話をさ、劇場で最終回の直前に話とかしてたじゃん。なんかそういう当たり前だと思ってた日常が本当にすごく幸せなことなんだなっていうのをアニメ見て改めて気づけたんだよね。当たり前の話し合いとかがまだできない状態にずっと迷子があったってことだもんね。長かったな。長かったね。長かった。だからさそれをこう実際にさバンドやってるニール・エディさんがこう自分のそのバンドの中でのさことと置き換えてさこう見てくださってたりとかさ、そういうのって本当に嬉しいよね。嬉しい。それこそさラーナちゃんのさ、バックストーリーっていうの、エピソード、私たちもやっぱり知らないことばっかりだからさ、まだそのライブハウス周りのおばあちゃんの話だったりっていうところ以外のもっとこう深いところってラーナちゃんに対してまだ知らないこといっぱいあるもんね。スペースがなくなっちゃって居場所がなくなって、でこう一生なんて言葉を使うやつらが出てきたから、そこでもう二度と居場所がさこうなくならないっていうその確約みたいなのに面白いと思って、ラーナちゃんはやっと居場所を見つけたわけだけども、やっぱおばあちゃんの孫っていうから、オーナーとの絡みとかをねもっと見たいなって思って、めっちゃ知りたい。おばあちゃんモードの顔があるわけでしょ。そうやっぱりさこうやりきったかいっていうちょっと厳しい人のイメージが強かったよね。ラーナちゃんにも言ってたのかな。ラーナやりきったかいやりきったとか言って激アツだよね。見たいわ。おばあちゃん顔見たいな。見たいね。
ね。ということでありがとうございました。はい、そして今後はですね、新コーナー記憶のアルバムがスタートいたします。テレビアニメバンドリ It's My Go の1話から13話までの中であなたの心に残ったセリフとその理由をお聞きしたいと思います。概要欄と公式ホームページにある迷子センターの手紙箱から記憶のアルバムまで送ってくださいね。あなたらしい言葉たくさんお待ちしています。ではこの辺りで曲を聴いていただきたいと思います。今週の選曲はどっちにしようかな。どっちにしようかな。私かな。どっちにしようかな。うまい。ひなちゃん。やったー、それでは聴いてください。迷子でひとしずく。もしこの雨が上がっても忘れずに歩いていくよ。最初のひとしずくに顔上げた今日の僕を透明な傘で作る一人分だけに世界そっと逃げ込んでいた海の越しの空からこぼれ落ちる音響いて滲む心へと溶けた泣きじゃくっているこの空と一歩通り過ぎる時を待つだけじゃなくて僕は見つめていたんだよ。無色でもそこにあるものこの雨が上がってく時何もなかったように消えてく風花みたいに心は上手に折りたためないから過ぎ去ってしまう瞬間を僕を集めたいようなひとしずくをお送りした曲は迷子でひとしずくでした。はいいや、いい曲だよね。いい曲だね。なんかその前回出た時の青木ひなちゃんはさ、まだフィフスライブをやっていなかったからさ、実質フォースライブでしかまだ披露したことない世界線にいるのよ、ひとしずくを。でも今の私ってもう兄様も出てるしオープニングアクトでもやってるしアニメでもさ何回も見てきたからさ、もうこのひとしずくっちゅう曲がさもう大切でしょうがないのよ。確かにそう、そのフォースライブで初めて披露した時と、今のひとしずくって全然違うじゃん。全然違う。なんかそれこそさ、みんなで大きい兄様のステージ立ってさ、みんなで拳をさ突き合わせたりとかさ、なんかいろいろな思い出がさ詰まってるじゃん、このひとしずくには。そうだね。そうだからなんか改めていい曲だなって思います。もう数ヶ月だけなんだけどね。そう、数ヶ月でひとしずくに対する思いがすごく変わったから、しかもね、なんならそのコーナーのさ、あなたの心のひとしずくもさ、今回でねアニメのが終わってしまって、そう一応最終回ということだったので、最終回だったんですよ皆さん。皆さん本当たくさんお便りありがとうございました。ということでね、ひとしずくを流しました。迷子センターではあなたの好きな迷子の音楽とその理由やエピソードなどもお待ちしています。よろしくお願いします。迷子の迷子迷子の迷子センター。続いてはこちらのコーナー。僕たちはライブの感想をここで叫んでる。選手先生みたいな迷子といえばライブ。あれここではライブを見てくれたあなたの感想を紹介していきます。今回は9月16日に開催されたロゼリアさんのライブファルベデイ1で迷子がオープニングアクトとして出演した時の感想が届いていますのでご紹介したいと思います。それでは早速一つ目のメッセージです。お呼び出しネーム長野県の K さんからいただきました。ありがとうございます。ロゼリアさんのファルベデイ1でのオープニングアクトお疲れ様でした。シルエットダンスに始まり最高の開幕だったと思います。個人的に壁天伴奏を演奏してくれたのがすごい嬉しかったです。ひなぴよが壁天でピックが飛んでいき爪で早弾きしていたとつぶやいていてびっくりしました皆さんはライブや練習でのアクシデントはありますか？よかったら教えてくださいとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。ピック飛んじゃったのよらしいね。迷子の曲すごい早弾きのフレーズが多くて、なんかタカ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 
タカタカっていうのがすごい多くって、それであれだよね、ファルベの会場すごく横幅があって、ウイングって言って端っこまで行けるようになる、なんだろう、花道じゃない、花道の横版みたいなやつがあったんだよね。で、我々ギター隊は、壁天伴奏途中でそのウイングに飛び出していこうっていう演出がやろうって言ってたんだけど、でそこで私はギターソロを弾く予定だったんですけど、その時にピック飛んじゃって、で本来ならマイクスタンドのとこにピックがこう刺さってるんだけど、ウイングだったからなくて、ないよね。そうだからうわやばいと思って爪でシャカシャカシャカシャって。いやでもね、あんまり違和感なかったよね。そうなんだよね、なんかね結構なんかいろんな人から爪大丈夫でしたみたいな言われたりはしたんですけど、全然私は大丈夫でした。1回目配信見た時全然気づかなくって、でひなちゃんのツイート見てから見たけど、そしたらその瞬間に白いのがポンっつって、白いピックがポンって飛んでるのが見えて、あ、本当にそうだったんだって。でも音で全然違和感感じなくてすごかった。いやなんとかなってよかったですけど、皆様こういうアクシデントとかありますか？アクシデントはなんか別にないんだけど、実際ライブしてて大変だったことみたいな感じで言うと、私さずっとエクステっていうか、ほぼウィッグみたいな感じでロングにしてたのよ、髪の毛を。そうだね。そう、ファーストライブは私がこうもうボブで、そのままボブのままこうピンクの髪を一部つけるっていう状態だったんだけど、セカンドからフォースまではもう本当にこうお腹ぐらいまであるロングの髪をつけてて、急に伸びたよね。急に伸びたの。でそれがすっごい大変だったのが、やっぱこう、頭みんなでさ潜在表明の時とかでも頭振ったりするじゃん。自分の髪じゃないから絡まりやすかったりとか、そうだよね。そういろいろこうまああったんだけど、最近はですね、フィフスライブから私がもうね髪がだいぶ伸びたのね。もう割と胸上ぐらいまで髪があるから、今はそこにこう一部分前の髪と、あと長いところにも数箇所ピンクのエクステをつけるっていう方法になったんですよ。私もね結構頭振ったりするけど見えないもん。それで弾けてるのすごいよ。いやそう、美香ちゃんなんかある？困ったことというか。なんか困ったことで言うと、まあ夏の時期とかさ、みんな半袖で練習するじゃない？でもピック引きの時とか、まあ指もそうなんだけど、半袖だとなんか腕のなんか内側が、ベースのボディにくっついちゃって、なんかそう手が下に動かしづらくなっちゃうのね。そうだからライブの時にいつもリストバンド的なものを用意してもらってて、なんか別にアクシデントとかじゃないんだけど、実はアニメ衣装の時に、そよちゃんが着てるアニメ衣装にプラスで私リストバンドみたいなのを、衣装さんがねあれ特別に作ってくれたやつなの。そうだから実はアニメのとちょっとそこが違ったりとかして、なんかでもすごいなって思ったのが、フォースライブの思い出をさイラストで描いてくださってる方いっぱいいらっしゃったじゃん。でその中にその私のこのリストバンドのやつを描いてくれてる方がいて、あ、そうだ。でなんかしかもそのフォースライブの後世に出た写真、で写真撮影の時それつけてないから、あ、嬉しいと思ったことがありました。あら、よかったですね。じゃあ次のお便りいこうかな。はい、では続いてのお便りに行きたいと思います。お呼び出しネームかわさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ファルメのオープニングアクトお疲れ様でした。ありがとうございます。兄様の時とは違って少し落ち着いているように感じたのは気のせいでしょうか。規模も違いますが、周りがバンドリーマーなのでホーム感もあって緊張の仕方が違うのかなと客観的に思ったのですが、実際のところはどうでしたでしょうか。また瀬戸りもフルコーラス3曲と兄様のメドレーとは変えてきていて、兄様は紹介する意味でのいいとこ取りの瀬戸りで、ファルベではライブで盛り上がる鉄板曲で固めてきた感じでしょうか。舞台裏などを聞かせていただけると嬉しいです。
12も楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。どう緊張具合、兄様とオープニングアクト。ミカちゃんは割とめっちゃいつも緊張してるけど、どう違った？やっぱやばかった、今回のライブもなんか知らないけど、急にめっちゃ不安に覆われて、あるよね。なんか兄様の時より緊張してたんじゃそうなんないかだ。なんかその兄様の舞台を経て、やっぱり大きいところ、今回のねこのファルベの会場もすごく大きかったんだけど、自分の心にねいけるいけるって暗示かけてたんだけど、なんか急に不安になっちゃって、あるよね。なんかそうずっとあれだったかも。なんか不安になってた。そう。みんなはどうだった？でも私どっちも普通に緊張する。同じくらい緊張してたな。そうだよね。やっぱさこうロゼリアさんのさ、ライブのさこうなんだろうオープニングアクトとしてこう一員として立たせていただくっていうのもさ、やっぱりねちょっとこう頑張らなきゃってね思って力結構入ってた。毎回頑張んなきゃって思って。そりゃそう。頑張んなきゃって。でもさやっぱりさ、シルエットダンス流れてみんながうわーってなってこう踊ってくれるとさ、なんか楽しいかも今日ってなってなる。そう始まる前までがめっちゃ緊張するよね。そう弾いてる時は割と楽しいってなったりするんだけど、わかる。私緊張するのめっちゃね直前なんだよね。直前なんだ。そうなんだ。よしじゃあ今から行きます、はいどうぞぐらいで、先頭の子が歩き出したぐらいから緊張しだすの。やばい。めっちゃ直前なんだね。本当にそこまでは平気なんだよね。演奏中はしない。しないんだ。じゃあ本当にその数秒間だけなんだ。で弾き始めるまで。そう弾き始めたらもうさ、あとはもうね、今までやったことをやるだけだから。かっこいい。それこそセトリの話もしとく？セトリね、そうだよね。兄様は結構なんだろうな、自己紹介、そうだね、紹介する意味でのってことで自己紹介って感じだったね。そうだね。迷子いろんな曲あるよみたいな。かつやっぱインパクト残したかったから。そうだね。こうやっぱ迷子のこと知らない方もね多かったと思うし、でも逆にさそのファルベの時はさ、こうロゼリアさんのファンの人とかもやっぱ迷子のことを知ってくださってる方もいるかもってことで、やっぱりアニメのね曲とかをやっぱこうほやほやの状態でお届けしたいみたいなところもあってね、アニメの曲入れたりしたもんね。やっぱ衣装も新衣装だったしね。ということでアニメのね曲を盛り込ませていただきました。ぜひね12も楽しみにしていてください。はい、お便りありがとうございました。このコーナーでは迷子のライブの感想を募集します。ライブで感じたことやメンバーに伝えたいこと、聞いてみたいこと、何でもお送りください。概要欄と公式ホームページに迷子センターの手紙箱があるので、そこからお便りを入力してください。お待ちしてます。迷子の迷子センタ迷子の迷子センター、今週もエンディングのお時間がやってきました。どうでした？久しぶりの迷子センターはどうだった？いやなんかさ、私は結構迷子の中ではさ喋る方みたいになっちゃってるけどさ、実際なんだろう、りんちゃんとかといると、私そんな喋んなくて。そうなんだよね。確かに実際喋るの小日向さんなんだよね。めっちゃ思うそれ。そうなんか楽屋とかでも一生喋ってるじゃん。そうなんだ。ほんと？そうでも最近静かじゃない？違うっていう無の沈黙が流れましたけど、違った。そう全然違う。もうずっと喋ってるよね。ひなちゃんは逆に楽屋で喋んなかったりするし。そうなんかな喋れるんだけど、ひなりんはどっちともね割とこうスンってしてるよね。でも確かになんかひなちゃんってさこうなんだろう、時々こうズバッと喋ってる内容の途中でズバッて入ってくるイメージの方が強いかも。メンバー内とかのこうリラックスしてる時はミカちゃんめちゃめちゃ喋るんだけど、やっぱこうさなんだろう、バトル TV とかの先輩とかいると急にスンってなっちゃうから逆になっちゃうんだよね。そうやっぱね、それちゃんと一緒でちょっとなんかねこう飾っちゃうところがあるのかな。そういうのね、なんかちょっと再確認しました。再確認した。はい、バレちゃうよ。喋ってこ喋ります。はい、この番組では皆さんからのお便りを募集しています。この動画の概要欄と公式ホームページに迷子センターの手紙箱があるので、そこから番組へのお便りを送ってください。
迷子の YouTube チャンネルではオリジナル楽曲の MV やライブ映像を公開しています。私たちの音楽やトークがいいなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。そしてお知らせです。迷子ファーストアルバム明晰派が11月1日水曜日にリリースされます。テレビアニメバンドリー It's 迷子の挿入歌を含む全13曲が収録されます。さらにブルーレイ付き生産限定版には2023年4月に開催されたフォースライブ前へ進む音の中でが収録されます。ぜひご予約の上ゲットしてくださいね。さて迷子センターいかがでしたか？今後も水曜夜7時に配信予定なのでお楽しみに。来週も迷子メンバーが皆さんのメッセージと一緒に番組をお届けします。番組の感想はハッシュタグ迷子集会をつけてどんどんツイートしてください。今週のお相手は千早の役立石凛と長崎そよ役小日向美香と要ラーナ役青木ひなでした。それではまた来週。以上迷子でした。バイバイ。